夜の買い物帰りに、立体駐車場の重い金属ドアを引いた瞬間、妙に冷たい空気を感じたことはありませんか？青白い蛍光灯に照らされた、コンクリートの無機質な階段室、一歩踏み出すたびに、自分の足音だけが異常に大きく響き渡る。何かが起きるわけでもない明るい通路なのに、なぜか無意識に足早になってしまう。一刻も早く車に戻らなければいけないような、そんな説明のつかない焦燥感。背後で重いドアが閉まった瞬間に、店内の明るさや人の気配から少し離れたような、少しだけ胸がざわつくような感覚。私たちは一体何にせかされ、なぜあの場所を早く立ち去りたくなるのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。昼間の立体駐車場を思い出してみてください。週末の昼下がりであれば、家族連れの楽しげな話し声や、買い物カートを押す軽快な音、車のエンジン音やドアの開閉音が、絶えず空間のあちこちで響き渡っています。そこは単なる便利な移動経路に過ぎません。階段室の壁がどれほど白く冷たくても、金属のドアがどれほど重く武骨であっても、私たちはそんなことに気を留めることなく、ただ目的の階へと通り過ぎていきます。人々の活気と移動の目的が、その場所が持つ本来の冷たさをうまく覆い隠してくれているからです。しかし夜になり、人の流れがほとんど消えたとき、その場所は突然、昼間とは全く違う顔を見せ始めます。周囲の喧騒が引いた後に残るのは、建築物そのものが持つ静かな圧迫感です。夜遅い時間帯、買い物を終えて駐車場へ向かう通路を歩くとき、空間の空気は少しずつ変化していきます。手には少し重いレジ袋を下げ、明るい店内から連絡通路へと向かう数メートル。背後からは閉店時間を知らせる穏やかなアナウンスの音楽が流れています。店員が品出しをするかすかな音や、まだ残っている客の話し声、そんな日常の温かい音たちが、通路を進むごとに少しずつ遠ざかっていきます。店内の柔らかな暖色の照明から、少しずつ廊下の白い光へと切り替わり、空調の効いた心地よい空気から、どこかひんやりとした無機質な空気へ、日常の明るさから、建築物の冷たい明るさへと、空間の質感がはっきりと切り替わる境界線。それが立体駐車場へと続く、重い金属ドアです。そのドアの取っ手を引き、階段室の中へ足を踏み入れた瞬間、背後でドアがガチャンと閉まります。その反響音の大きさに、思わず肩がすくんでしまうかもしれません。空調の音も音楽も遮られたその空間には、耳が痛くなるほどの静けさが満ちています。聞こえてくるのは、上階の蛍光灯が発するかすかなジーという音と、コンクリートを叩く自分の足音だけ、靴の裏が床と擦れるわずかな音すらも、空間全体に増幅されて響き渡ります。自分の足音だけが空間に大きく残るような感覚に、思わず足音を潜めて階段を登ってしまう。安全を確保するための明るい場所であるはずなのに、なぜこんなにも心細いのでしょうか。階段室の中を少し細かく観察してみましょう。壁には火災に備えた消火栓の赤い箱があり、重いドアには指詰め注意の黄色いステッカーが貼られています。手すりの金属は触れるとひどく冷たく、階段の段花には滑り止めの溝が刻まれている。すべてが利用者の安全を守るために考え抜かれた正しい設備です。しかし夜の静寂の中でそれらを目にすると、正しいはずの設備がなぜか人の気配を遠ざけるような冷たさを放って見えます。階段を上り続けるうち、ふと奇妙な感覚に襲われることがあります。同じような白い壁、同じ明るさの青白い蛍光灯、
同じように配置された消火栓と思い度合い、一段登ってもまた同じ景色が繰り返される。その規則正しすぎる階層の連続の中で、自分が今どこにいるのか、位置感覚が少しずつ薄れていくような感覚、3階なのか4階なのか、一瞬わからなくなるようなあの空白の時間。ただ同じ白い空間が続く中で、自分だけがこの階層の中に浮いているような、そんな心細さを感じたことはないでしょうか。誰もいないと分かっているのに、その無機質な空間の広がりが、自分一人では抱えきれないように感じられて、無意識に周囲を確認してしまう。何かが起きているわけではないのに、なぜか背中が少しスースーするような、そんな落ち着かなさを抱えたまま、私たちは階段を上り続けるのです。階段を上り、踊り場に差し掛かった時、太防火扉の小さなガラス窓から、薄暗い駐車フロアが見えることがあります。等間隔に並んだ太いコンクリートの柱と、まばらに止まっている車たち。外側の広くて暗い空間と、自分が今いる階段室の狭くて白い空間。その明暗のコントラストが強すぎるあまり、自分が少し浮いているような感覚に陥ります。周囲の暗闇に対して、階段室だけが不自然なほど明るく照らされている。まるで夜の海に浮かぶ灯台のように、自分だけが白い光の中に浮かび上がっている。ごまかしの効かない場所で、自分の疲れがそのまま見えてしまうような、そんな落ち着かなさを感じたことはないでしょうか。誰もいないのに明るすぎる空間は、安心感よりもむしろ、自分だけがその場に浮いているような、事実を突きつけてきます。視界の隅に映る窓ガラスの反射には、こわばった自分の顔だけがはっきりと映り込んでいる。ここは安全な場所であるはずなのに、なぜか少しだけ居心地が悪い。早くこの白い光の中から抜け出して、早く車内へ戻りたくなる。それは何かがいるという怖さではなく、空間そのものに、自分が馴染めていないような、説明しにくいからだ感覚なのです。そして目的の階にたどり着き、再び重い金属ドアを開けて駐車フロアに出ます。白い階段室の過剰な明るさから、車が並ぶ薄暗いコンクリートの空間へ、急に移ったような感覚。先ほどまでの明るさが嘘のように、フロア全体には鈍い影が落ちています。自分の車は少し離れた場所に止まっている。そこへ向かって歩き出す。その数メートルの距離が、夜の立体駐車場では、普段よりずっと長く感じられることがあります。薄暗い駐車フロアに出た瞬間、周囲の空気が少しだけ変わるのを感じます。排気ガスのかすかな匂いと、コンクリートが冷える匂い。足元には駐車位置を示す白線が、どこまでも幾何学的に続いています。天井には無数の配管がむき出しになり、等間隔に配置された照明が、車のボンネットに冷たい光の筋を落としている。遥か遠くの開花から聞こえてくる、大型車のアイドリング音や、換気扇が回る低い振動音。人が利用するための空間なのに、人間の気配はすっかり薄くなっていて、機械の音と配管の連なりだけが、この空間の本来の仕組みを静かに見せているように感じます。この巨大なコンクリートの箱の中で、自分という小さな存在が、いかに場違いであるかを意識してしまう瞬間です。自分の車を見つけたとき、少しだけ早足になってしまうのは、その場違いな空間から早く抜け出したいという、無意識の反応なのかもしれません。ポケットの中で車のキーを握りしめ、鍵が開くカチャッという音を聞いたとき、どれほど安堵するかを思い出してみてください。重いドアを引き開け、見慣れたシートに身を沈める。そしてドアを閉めて、いつもの現実へ戻る空間を確保した瞬間、私たちはようやく
息をつくことができるのです。エンジンをかけ、ナビの画面が明るく光り、明日の予定や帰り道のルートが現実の重みとして戻ってくる。あの車内に戻るまでのわずかな距離で感じる急に心細くなるような圧迫感は一体どこからやってくるのでしょうか。夜の立体駐車場やその階段室が持つ静かな不穏さ、それは私たちが普段接している建築物との決定的な違いから生まれています。私たちは普段建物には人間を包み込み守ってくれるような温かさを無意識に求めています。例えば家やカフェやホテルのロビー、それらは人がしばらくそこで過ごすこと、くつろぐことを前提に作られた建築です。柔らかい照明や温かみのある素材、視線を遮る適度な仕切りや音楽、そこには常に人間の感情や居心地を優先する工夫が凝らされています。しかし立体駐車場の階段室にはそのような情緒的な役割はほとんどありません。そこは人が長く滞在する場所ではなく、車を安全に保管し、人が効率よく移動し、ただ通過するためだけに設計された空間です。汚れを落としやすいコンクリートの床、防犯のために隅々まで照らす青白い蛍光灯、火災の延焼を防ぐ重く頑丈な金属ドア、それらはすべて安全性と効率を追求した結果の姿です。人間の心を満たすためではなく、ただ物理的な機能を果たすためだけに存在する巨大な機械の一部のような場所です。昼間は行き交う人々の熱気や声によってその無機質さは隠されています。しかし夜になり、人の流れがほとんど消えた時、くつろぎを前提にしていないその建築の機能性だけが冷たい姿のまま前に出てきます。無人に近くなった階段室はただ淡々と安全を守るための光を放ち続けている。誰も見ていない時間にも防犯カメラの赤いランプは点滅を続け、誰も通っていない時間にも蛍光灯は一定の明るさを保ち続けている。その完璧すぎる機能の連続の中にたった一人で入り込んでしまった時、私たちは自分の存在がこの空間にそぐわないように感じてしまうのです。この場所は人の気持ちに寄り添う場所というより、ただ役割を果たすための場所です。温かみや感情を差し挟む余地の少ない、ただ通過するための白い空間。だからこそ私たちはそこに長くとどまることを避け、早く自分の領域である車へと戻りたくなってしまうのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、昨日だけが残った白い空白なのかもしれません。人が消えた夜の立体駐車場で感じるあの奇妙な心細さは、決して暗闇に潜む何かのせいではありません。安全のために作られた無機質な空間が、私たちを日常の温かさから少しだけ距離を置かせ、その機能性を無言で突きつけてくるからこそ生まれる静かな不穏さなのです。私たちが早く車に戻りたくなるのは、何かから逃げるためではなく、感情のない白い空白から抜け出して自分の輪郭を取り戻したいからなのかもしれません。次に夜の立体駐車場を利用するとき、重い金属ドアを開けた先の青白い明るさとコンクリートに響く足音に、いつもより少しだけ立ち止まって耳を澄ませてみてください。そこには昼間には気づかなかった建築が淡々と呼吸する気配が静かに残っているはずです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。